自動車サイズの安手の化石が発見される。乗りたい。体長の表現に自動車と同じくらいって書くのはアホっぽいな。普通にメートルで書けばいいじゃないか。ちゃんと論文では書いてあるよ。幅 55cm、長さ 2.6m、重さ 450kg と軽自動車クラス。岩は地殻変動でねじけてるのに一部厚みがあるってことは殻がすげえ硬い？さすが巨大トンボ時代。そのサイズなら 50kg だろ。化石の重さが 450kg かもしれんが。アフリカオヤスでググってみれ。こいつもかなりでかいが自動車サイズ全長 5m 前後とは全く比較にならない。小さい。恐竜教室に出てきた大海中みたいな感じか？温暖化が進んだらこうなるよね。酸素濃度の問題なのでそれはない。体はサメ、頭はエイ、その名はエイ目シノノメサカタザメか。シノノメサカタザメ。かっこいいな。こいつはロマンを感じるぞ。もともとエイもサメも軟骨魚だから近い種類なんじゃないか？何食ったらこうやって育つんだよ。ノコギリエイもサメだかエイだかわからない形してるしな。シュモクザメはハンマーヘッドと呼ばれるけどこいつはスコップヘッドかな？オウムガイ、この生き物やばすぎやろ。こんなの追ってええんか。オウムガイって実在するんか。水族館にもおる。足プチプチしてうまそう。偉大なカンブリア大爆発。やばいでしょこれ。かっこいいよな。縦に切るとさらにキモい。地球上に存在しちゃいけないやつやろこれ。目みたいなやつは目なんか？レンズのないピンホール式の目やで。これもうポケモンだろ。意外と凶悪そうな顔してんのがね。アンモナイトとはそれほど禁煙ではなかったりする。浮き沈みの機構が潜水艦と同じ仕組みなんやっけ。この目に見える部分目じゃないんやな。からかこれ。貴重な交尾シーン。触手プレイやん。悪くない。今日はこれでいいか。で、俺が生まれたってわけ。赤ちゃんかわよ。なんこの足、海南、イカなん。足には吸盤はないで粘液でくっつける。グーキモい。アンモナイトと何が違うんや？殻は80気圧くらいで壊れるらしいで。専門家実はティラノサウルスには唇があり、歯は見えていなかった。もう終わりだよこのトカゲ。物的証拠、なし。実物見れんからって言いたい放題やな。かっこ悪くすればいいと思ってる異常者ども。羽毛とかいう陳説がなまじ通っちゃったのに味を占めてマジでこれひどすぎるからな。極端に頭でかいし冗談みたいな前足でもともとアホみたいなプロポーションではあるからな。変な説でも通ってしまいそうな土壌はある。アロサウルスに切り替えていけ。ティラノサウルスの復元図、海底可愛い系になる。可愛くはない。どんどん夢が壊れてくよな。掛布の頭みたいになっとるやんけ。だから前足は何のためにあるんだよ。バランス取るためやないの？ヤジロベエみたいな。そのうち鳩と同じような見た目になるんやろ。ティラノって猛禽類みたいに目が前についてないから、歩行するとき頭を前後に振ってたかもしれんぞ。つまりこういうことか。頭固定ティラノサンクサ。でかい鶏。もう少年のヒーローではないんやな。アンキロサウルスとかいう見た目が約束されてる恐竜。これ落として割ったやつ草生えた。もったいなさすぎるわほんま。なんでこんな完全な形で残っとるんや。何万年前やと思っとるんやこいつは。これ。なんだろ、造形師はなぜこんなスタイルにしてしまったんだろうか。昔は日本足恐竜は尻尾設置して立ってたと考えられてたんや。ゴジラもそうやろ。3点で体を支えてたって考えられてたわけやな。なんかダサいな。なんでやろ。こういうのでいいんだよ。完成されてる。鳥は恐竜言うてるけど歯がないのはどう説明してるん？大化の一点張りや。想像図ちょろっと書いてわけのあるなし言い合ってる学会が存在するという事実。恐竜の赤ちゃん、
完全な保存状態で発見される。うおー。すごい。やばすぎでしょ。鳥じゃん。じゃん。ピヨピヨじゃん。ケボーボーやな。鳥では？写真見る限りは鳥にしか見えん。玉乗り仕込みたいね。スズメが恐竜の末裔らしいな。かっこいい設定や。バードじゃん。地球生物って意外とバリエーションないよな。恐竜は鳥。もう夢も希望もない。ラプトルとかいう小物じゃなくてティラノ見つかってから騒げ。気配取るやん。かつて地球に存在した世界最大のヘビ。ピタノボア。学名は巨大なボア、最大全長12から15メートル、体重およそ 1135kg、最も太い部分の直径は1メートル。こういう画像不安になるわ。3つ目の画像はちょっと持ってるやろ。こんだけでかくて手も足もないとか不自由さ半端なさそうやな。ロマンある。こんな奴がどうやって死ぬんや？所詮ヘビやし。ヘビは自ら体温を調節できないため、ピタノボアは温和な気候のわずかな期間にのみ優勢を誇り、気候の変化に従って絶滅していったと考えられています。現代のヘビ弱すぎやん。恐竜といいなんでこいつらこんなにでかいんや。こんなん余裕やろ。飲み込まれて体内から噛みちぎっていけばええわ。巨大な個体って弱いんだよな。環境の変化に適応できないから。弱くても数が多い奴が生き残る。地球で最後まで生き残るのは小バエだと思う。絶対嘘だわ。ワニを捕食対象にしていたらしい。ちなみに過去の生物がなぜどれもこれもやたら巨大かというと地球の重力が今より弱かったためと考えられている。だから現在の重力で鍛えられた現代人が過去の地球に行ったらスーパーマンみたいな力で巨大生物をボコれる説あるで。トリケラトプスの人気っぷりは異常。トリケラトプストロサウルス、ステラコサウルスほんと嫌い。オアペンタケラトプス。トリケラトプスはギガライディーン打てるからな。別の恐竜の妖体説で名前は残るが小ぶりなフリルのあの再現は消えると聞いたけどもう最新の図鑑では差し替えられてるんやろか。やーいパキケファロサウルス。やっぱ3本角って憧れの的だよな。コーカサスしかり。角はロマン。恐竜知られている中で最も鳥に似た羽ばたきが可能な新種恐竜の化石を発見。カラスのように羽ばたきをしていた新種の飛行恐竜の化石がドイツで見つかった。なぜ飛びたがったのか。結局こういうのが色々どっさりいるんだろうな。恐竜は手がかりが少なすぎる。そら化石ってのは、できるのが奇跡なんだからな。大概は腐って土に帰るだけなんよ。爪みたいなのはわかる。爪しかわからん。アルクモナビスの適応は、飛行の進化が比較的速やかに進行したことを強く示唆するものだ。苦労してないのかよ。恐竜って本当に爬虫類だったんかね？恐竜の子孫である鳥類見ても爬虫類とは一線を画してるよな。爬虫類ちゃうよ。恐竜って種類。まんま鳥みたいな足の骨格したのが恐竜二足歩行、四足歩行関係なくで空と海には恐竜はいない。空と海にいるのは翼やヒレのある爬虫類。分岐学的に恐竜は原生鳥類とトリケラトプスを含むグループの最も近い共通祖先より分岐した全ての子孫となる。チョコボは実在した。囲まれたらポケットの小銭を差し出しちゃうね。2から6は見つかったら殺されるんだろうな。勝てる気がしない。息の根を止めてから食べるタイプにも見えないからむごい殺され方をしそうだ。つつかれて手足をもがれてから腹を食われるんだろうな。モアより大きいのいたんだな。大昔、人間を食べる大きな鳥がいた伝説とか、本当なんじゃないかな。モアを捕食してたクソでかいワシが実際にいた。ディアトリマはやばい。体高90センチ、小型のティラノサウルス発見。進化の過程解明に前進。体高は90センチ、全長は 2.7 メートルと見られる。体重は約20から40キログラム。T-Rex の体重は9トンに達する。
まあそんなに急に10メートル超えだとかになったわけではないだろう。買いたいな。これなら勝てそう。体高90センチって量よりでかいが、勝てるのか？ 2億2000万年前の恐竜の化石をアルゼンチンで発見。学者我々がほとんど知らない時代。知ってる時代教えてくれよ。嘘です。実は未だに恐竜の明確な定義がわからない。手のひらサイズのも至って効くし今のでかいワニが恐竜の定義から外れてるのはどうしてなのかすまんが教えてくれまいか。サイズは関係ない。ものすごく大雑把に言ってしまえば直立歩行する爬虫類を恐竜だと思えばいい。ワニは体から横に足が生えてる時点でどんなにでかくても恐竜の定義からは外れる。足がまっすぐ下に生えてるのが恐竜。ワニみたいに足が横に生えてお腹引きずってたり、イルカやピースケみたいにヒレになってたりするのは恐竜じゃない。なるほど納得したありがとう。羽毛テラノをダサいって言ってるやついるけどさ、時代遅れやねん。化石という根拠もある説やのにいい加減認めろや。色はともかくとしてティラノサウルスには羽毛が生えてたんやぞ。この画像ティラノちゃうやん腕が長いし指3本あるし。ティラノサウルスレックスは2本やけど原始的なティラノサウルス類は3本指やで。しかもアンチ羽毛の根拠はこれか？こんな信憑性のない画像で羽毛説批判しとるんか？キモい。ティラノの速度 18km チャリで逃げれる。18km やったら人間が走ってもすぐ捕まるぞ道具に頼ればなんぼでも逃げれるけどまあ速度については諸説あるからようわからんけど。鱗見つかったやろ。全身くまなく見つかったわけやないからなかったとも言い切れん。見つかった鱗も実は足の部分とかなんとか効くし。子供の時に生えて大人になると抜けるって聞いたけど。ティーリクスより小さい、かつ羽毛が発見されてるティラノサウルス類のユーティラヌスですらこんな低い鳥の化け物みたいな復元イラスト見たことないわ。Y が思ってたティラノサウルスくんがこちら。めっちゃ強そう。一瞬、羽生ティラノに見えた。そういえばもしティーリクスが速く走れない待ち伏せ型のハンターだとしたら森や茂みに溶け込めるようにしましま模様やったんやないか？親子で狩りしてたかもしれない説あるで。身軽な子供が追い込んで親が待ち伏せでガブリやっけ。ならなおさら茂みに溶け込める模様にならへんやろか？てか恐竜ってみんな緑色やろ。想像で赤だの青だのカラフルにしてるけど毒持ってるわけでもないのに警戒色のような派手な色はありえんわ。親子で狩りするとしたら子供のいない若い個体はどうなるんやろ。ライオンみたいに群れを作っていた。そこが論点らしいで。太古のクジラ、小型で4足歩行だった、南米で初の化石発見。一番近いラクダが4つ足なのに2本足とか足なしだと怖いやん。一番近いのはカバだったんじゃないの。まあ大きくは牛とかの系だよね。クジラの先祖はインド亜大陸がユーラシア大陸と衝突する前両大陸に挟まれた浅い海に住んでいたカバの親戚。昔は8本あったとかなら驚くが、哺乳類なんだから。パピケプスよりもうちょっと水生適応したやつか。象の仲間だったんだから。象の仲間はジュゴンやマナティーなどの海偶類。クジラは牛や豚などの偶蹄類の一派で、現世で最も近いのはカバ。2億年後には地上を歩くイカさんが出現する予定だぞ。地上生活するイカとかな。古代の鳥がでかすぎて震える。恐竜も丸飲みや。恐竜が赤ちゃん。ケツァルコアトルスか。工事現場によくいるよな。鳥類はかつての恐竜の進化系って言われてるからな。苦手な人はめっちゃ苦手なやつだな。これ鳥か？皮膜じゃん。協調とかいうのはどんななの？でかい黄色いのが目かと思ったら違った。物理学者が来るぞ。ジュラシックワールドで一番襲われたくないやつ。飛べなくね？